キリストがナザレのイエスと呼ばれる理由。イントロダクション。イエス・キリストは歴史上、最も影響力のある人物の一人として知られていますが、特に、ナザレのイエスという呼び名で多くの人々に親しまれています。この動画では、なぜイエスがこの呼び名で知られるようになったのか、その深い意味と歴史的背景について詳しく見ていきましょう。ナザレという町について。ナザレってどんな町なのだ？歴史的に重要な場所だったのだ。実はナザレは古代イスラエルのガリラヤ地方にあった小さな町よ。現在のイスラエル北部に位置していて、当時は人口もわずかで、政治的にも経済的にもそれほど重要視されていない場所だったの。考古学的な発掘調査によると、1世紀当時のナザレは人口が500人程度の農村だったとされているわ。そんな田舎町だったのだ。意外なのだ。そうなの。実は新約聖書のヨハネによる福音書には、ナザレから何の良いものが出るだろうかという当時の人々の偏見を表す言葉が記録されているくらいよ。それだけナザレは目立たない、評価の低い場所だったわけね。当時の人々にとって救世主が来るとすれば、エルサレムのような大都市からだと考えるのが自然だったの。イエスとナザレの関係。じゃあ、なぜイエスはそんな小さな町と深い関係があるのだ？イエスは実はベツレヘムで生まれたんだけど、幼い頃からナザレで育ったの。福音書によると、イエスの両親であるヨセフとマリアがナザレに住んでいて、イエスはそこで大工として働きながら成長したとされているわ。当時の社会では、職人の技術は父から子へと受け継がれることが一般的で、イエスも父ヨセフから大工の技術を学んだと考えられているの。つまり、ナザレは単なる出身地以上の意味があるということなのだな。その通りよ。ナザレでの生活経験は、イエスの人格形成に大きな影響を与えたと考えられているの。小さな町での日常生活や普通の人々との交流は、後の彼の教えにも反映されているわ。特に謙虚さや労働の尊さについての教えには、ナザレでの経験が色濃く現れているとされているの。ナザレのイエスという呼び名の意味。でも、なぜわざわざナザレのってつけて呼ぶようになったのだ？これには3つの重要な理由があるわ。まず、当時は同じイエスという名前の人が多かったの。そこで出身地をつけることで他のイエスと区別していたのね。2つ目は、この呼び名が初期のキリスト教徒たちにとって重要な神学的意味を持っていたからよ。謙虚な町の出身であることは、イエスの教えの本質である謙遜さや神の計画の予想外な展開を象徴していたの。そして3つ目は、預言の成就としての意味よ。旧約聖書の預言には、救世主がナザレ人と呼ばれるという預言があったとされているの。まとめ。ナザレのイエスという呼び名は、単なる出身地を示すものではありません。それは、イエスの人生における重要な場所であり、また初期キリスト教の重要な神学的意味を含んでいます。小さな町から偉大な教えが生まれたという事実は、キリスト教の根本的なメッセージの一つとなっているのです。この呼び名は、神の計画が人々の予想を超えて働くことを示す象徴的な例として、今日でも重要な意味を持ち続けています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。